はい。なかなかオンコートで打つ時間がなかったり、あるいは練習時間が短かったり、あるいは部活に入ったばかりでなかなかボールを打つ機会がないという方へ、練習時間以外、オンコート以外の時間を使っていかに上手くなるか、いかにライバルに勝つか、試合で勝てるようになるかといった動画を解説したいと思います。今回の動画ではコートでボールを打つわけではないけれども、ボールを使って打つ感覚を養っていく方法を解説していきたいと思います。やることは至ってシンプルです。ボールを下についていってください。この時にどのようにやっていくかといった点が大事です。前回までの動画でスイング練習、このスイング練習をしていく時の体の使い方について解説をしていきました。スイングをする時はあくまで手首や肘の力でラケットを操作するのではなく、できるだけ体の中心、軸が回る力でラケットに遠心力を生んでいくことがポイントでした。ですのでボールを下についていく時も手首の力でこのようについたり、肘を動かしてこのようについたりするのではなく、手首や肘の力を抜き、腕全体でボールをつけるようにしましょう。少しオーバーに表現してみます。このような動きで腕全体動かし、この腕が動いてきた力でラケットが後からついてくる。このような動きでラケットを扱ってみましょう。そしてこの感覚でボールをついてみてください。この感覚でボールをつき、感覚を手首や肘の力を抜いてボールを打つ感覚を養ってみましょう。まず良くない例としては、まず手首の力で打つとこのような形、このように手首を支点に腕は動かず、ラケットが手首を支点に動きボールをついています。そして今度は肘を支点にやってみます。肘を支点にこのような形、肘を支点に肘から先だけ動きボールをついています。今度は良い例です。最初は少しオーバーにやってみます。腕全体が動いていく力でラケットが引っ張られ、そしてこの力でボールを打ってみます。少しオーバーですね。少しオーバー。腕全体が動く力で肘と手首の力を抜き、そしてボールを打っています。これが徐々に感覚がつかめてくると小さい動きでもできていきます。小さい動きでこのようなイメージです。腕全体がふんわりし、腕の二の腕全体が動く力がラケットに伝わり、手首肘の力は抜けて、そしてボールを打てている。はい、このようなイメージでボールをつく練習をやってみましょう。徐々に感覚が良くなり、ラケットの遠心力、ラケットの重みを使ってボールを打てるようになっていきます。ボールをついていただくときに腕を上げていく動作は二の腕を動かしていくような感覚でやってみてください。そして落としていくときはこのラケットの重みを使ってそのまま落とす。このようなイメージです。このようなラケット上げるときは二の腕から上げ、そして落とすときはラケットの重みでそのまま落とす。はい、このような感覚でやってみてください。空いた隙やボール拾いの時でもできると思います。ボール拾いでボールが下にあり、そこからボールを上げていく時にこのように手首を支点にこのように上げるのではなく、先ほどのように腕全体を使って、そしてこのようにラケットワークを意識しながらボールを拾ってみたりしてみてください。このような少しずつの積み重ねが非常に良いスイングで感覚を養っていくための近道になります。今回のオンコート以外、テニスコートで実際に練習で打てる時間以外の時間を使っていかに上手くなるか、ライバルより強くなるかといった動画は以上になります。次回の動画では今度はサーブ、ストロークについてこれまで解説してきましたが、サーブでオンコートで実際には打てないけれどもサーブをより良くしていきたいといった方へ動画をお送りしたいと思います。ありがとうございました。